はいどうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、建築チュートリアル多重建築3選をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットになりまして、スナップが強く効くようになり、重なりも難しくなってまいりまして、建築仕様がかなり変わっております。その中でも、やはり多重建築っていうところがですね、大きく変わってきておりまして、衛星出てからですね、時間も経ちまして、それぞれ多重建築できる特殊なテクニックも発見されてきました。今回は多重建築3選ということで、それぞれ柱、壁、天井と特殊な建築をご紹介させていただこうかと思います。今回の建築はですね、特別難しいものではないので、初心者の方でもやり方さえ分かればできる建築になっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。多重建築できることによって PVP の防御力はもちろんなんですが、その他ですね、PVE でもおしゃれ建築であったり、ちょっとしたギミックであったり、いろいろ利用用途がありますので、ぜひご活用いただければと思います。それぞれ建築簡単ではあるんですが、少し注意点などもございますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではまず柱の多重建築について。こちらに関してはいくつでも回数を重ねれば重ねていくことが可能です。また上に伸ばしていくこともできますので、以前ストサバの方でですね、ご紹介しました滑り台もこのテクニックを使っております。その他にもブリーディング設備を作ったりとか、いろいろ利用用途が高いものになっておりまして、こちらも壁もつけれますので、ちょっと隙間は空くんですが、壁をつけて多重壁っていうこともできます。ちょっと隙間が空きすぎるので、あまり見た目的にはどうかというところはあるかもしれないんですが、PVP の防御力としては結構有効活用できるかもしれません。これも建築上ですね、少し注意しないといけない点などもございますので、後ほどご紹介いたします。では、実際の作り方ですね。まず1本柱を置きます。向きはそんなに気にしなくても大丈夫ですが、後々の建築に関わってくる部分もあるかもしれないので、利用に合わせて向きは考えていただければと思います。こちらを柱高さはわかりやすく今回は一番上にしておきます。そして壁もしくは横向きの柱、どちらでも結構なんですが、まず4枚貼ります。ここから支えがなくなるので、一旦支えのために柱、そこからさらに4マス開けます。そして柱。この間の8枚の壁に関しては間隔取りだけですので回収していただいていいです。今回壊しますね。この柱も不要です。これで8マス離れた柱ができます。ここからウォーター壁を柱に貼ります。これにスナップして三角の天井を貼ります。ウォーター壁があることによって、この真ん中に三角の天井を貼るようにできます。そして柱を頂点に立てます。あとはこれを繰り返していきます。これで最後ですね、柱を立てていただくと、このようにぴったし重なった状態で柱を張ることができます。このようにですね、今順番に置いてますが、もちろん回収しながらで大丈夫です。この最後の柱以外は不要ですので、すべて回収していただいて、1個ずつ回収していただければ、無駄な建材は不要です。今回はわかりやすく残しております。この壁の幅と三角天井の幅が違うので、少し距離が縮まっていくということになります。
8枚離したんですが、今三角天井は9枚置かれておりまして、さらに柱が1個分手前にずれるということになります。あとはこっちを回収して何回も繰り返せば横にいっぱい柱を重ねれるということになります。注意点なんですが、まずスペースとして重ねる分ですね、壁8枚分の横へのスペースが必要になります。高低差はあまり考えなくても、だいたい平らであればそんなに問題はないんですが、横のスペースは必要になります。もう一つですね、建築それぞれずらしているものになるので、多重建築全般に言えるところなんですが、この柱とこの柱はスナップしていないということになります。それぞれスナップが分かれてきますので、土台判定の取れている場所とかですね、その辺は変わってしまうのでご注意いただければと思います。建築の使い方によってということですね。あと壁を張ったり天井を張ったりする場合にですね、それぞれスナップも別になってますし、重なりも違うので、どこにスナップするのかっていうところと置く順番を考えないとうまく置けなかったりする場合があります。逆に置く順番で置けたりするところもありますので、そこは建築に合わせていただければと思います。これを使えば、人サバでご紹介した滑り台なども作ることができますので、遊びのギミックとしても、また建築のデザインとしても、鉄ではこういうイメージになりますが、いろんなスキンが出ておりますので、建築スキン組み合わせてですね、結構いろんなデザインを作ることもできますので、ぜひご活用いただければと思います。外壁とかですね、この建築で表裏同じ形で建築したりとかもできますので、壁1枚じゃ外壁作るのに見た目的に悪いところでも、このようにですね、柱2つで外壁作ることによって、そこそこの厚みを持たせた外壁を作るという手段も取れますので、ぜひご活用いただければと思います。横に並べるだけではなくて、縦にも横にも並べることができますので、スペースさえあればですね、柱4本を角に置いた壁とかも作ることができます。もちろん多重になりますので、PVP とかですね、されている方の防御力としても活用できますので、ぜひご活用いただければと思います。では続いて壁の多重建築のご紹介です。今回は2倍壁になっております。壁の多重建築、いくつか手段が出ているんですが、今回これが一番スマートかなと思いまして、こちらの手段をご紹介していきます。1枚の壁のところに2枚重なっているようなイメージになっておりますので、かなりですね、ASE 時代の壁の重なりと近いもの、さらにくっついている感もあるんですけども、いい見栄えになるかと思いますので、こちらをご紹介していこうかと思います。このようにカスタムコスメなどを使っていただいて、ちょっとワンポイントの窓建材ということになります。その他にも両扉枠であったり、扉であったり、いろんな壁の重ね、あと PVP であればもちろん強固な2枚壁ということになってきますし、スコーチドアースであればアドベと組み合わせて鉄建材で囲ったりすることもできます。またいろんなカスタムコスメが出ておりますので、そこの組み合わせでデザインの幅も広がってきますので、ぜひご活用いただければと思います。今回の建築は以前人サバで桜餅カンタさんがご紹介されていたものになります。ライブ配信でご紹介されておりましたので、もう少し詳しくご紹介できればと思います。これも注意点ございますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ではまずですね、こちらの土台を普通の高さでいいので置いていただきます。はしごを置きます。このまま土台を視点を動かしていくと、離れたところに土台を置くことができます。これをそのまま置くんですが、ずれないようにご注意いただければと思います。これで置いた時なんですが、この場合、わかりやすく見ていただくとですね、このように少し高さが変わっております。
これ少し高さがずれると、こちら側の土台を外した時に重ねた壁が壊れますので、高さを合わせる必要があります。この高さの違いは下の地面が高低差の違いで出てきますので、一回置いていただいて、この高さの違いで何個下に下ろして高さを合わせるという手段が必要になってきます。一回壊しますね。今クリエイティブなんで壊してますが、通常は回収していただければいいです。もう一度土台を置いて、土台を置く場所によってその先の高低差が変わってきますので、今ちょっと間違ってメインの土台も壊してしまったんですが、このままですね、視点を動かすと動きます。もう一つ注意として、置いた場合に回転するので、パソコンの場合はマウス浮かしといていただければ回転しないんですが、このままキーボードの方向キーで段差を落とします。多分1回ぐらいでいけると思うんですが、これで設置します。コンソール版の方に関しては、この辺ちょっと難しいかもしれないんですが、コンソール版を持っていないので、手段の試しができないので、またいい方法があればですね、コメントいただければと思います。これでもう一回置いていきましょうか。これでだいたい高さが合うはず。もう一個下ですね。ここはサクサクっといきますね。これでだいたい高さは合いました。これぐらいで大丈夫です。ということで、一旦これは壊しまして、まずですね、ここでクォーター壁を貼ります。もう一度ここに土台を貼ります。ここから後ろは不要ですので回収していただいていいんですが、まずここを貼るときも注意点がありまして、普通の壁だと重ねることができません。どっち側に先に置いてもいけません。なので、ここに関しては両扉枠で貼っていただいて、これは最初置いた方の土台に、この場合、最初に置いた方を残す方と考えれば、内側に置くのは後で置いた方のものになります。なので、少し勘違いしがちなんですが、レティクルを最初置いた方の土台に合わせると、外側の壁。レティクルを後で置いた方の土台に合わせると、内側の壁に設置するということになります。今回は一旦わかりやすく温室の壁を貼ります。このようになります。これは現在何を使っても問題はないので、今回わかりやすく温室にしております。張り替えをする場合なんですが、スナップがわかりやすくなっておりますので、例えば最初に貼った両扉枠を普通の扉枠に張り替えたい場合、これ青になっているので、こっちの土台にスナップしてます。こっちの土台にスナップをさせておくと、張り替えた場合に外側を張り替えることができます。どこにこのレティクルを合わせるかというところで、重ね建材張り替え失敗しづらくなっているので、比較的合わせやすいということになります。これであれば、この下の建材回収していただいても残っておりますので、壁の張り替えに関してはですね、外側の壁はかなりスナップします。どの向きからでもね、張り替えは簡単なんですが、内側の壁を設置する場合、うまく合わせるのが難しくなってきます。一番やりやすいのは、このようにですね、上の壁に内側から見て緑に見える状態が内側の壁なので置いていただいて、この状態で同じように壁を貼ると、うまくですね、スナップして緑に見える内側の壁をこのように張り替えることができます。こういう感じですね。なので、どこか横に伸ばして、それに合わせていれば張り替えることが非常に簡単です。一箇所貼れればですね、横にも伸ばせますので、ただし両扉枠を貼ってから、このように伸ばしていって、そこから別の建材に張り替えるという手段は必要になりますので、ご注意いただければと思います。上も一緒ですね。内側貼って外側貼ろうと思うと置けないので、ここだけご注意いただければと思います。最初に貼るのは両扉枠。2枚目に貼る、重ねるのは何でも大丈夫です。
もちろん最初に貼った両扉枠に対しては張り替えて別の建材に変えるっていうことは可能ですので、順番だけ間違えないように建築していただければ伸ばしていくことは可能です。土台の高さに関しても今回通常に置きましたが、さっきのようにこの離したやつとの高さを合わせていただければ問題なくどの高さでも建築できますので、ただ今回ですね、土台から伸ばすということになりますので、1階は関係なく2階だけしたい場合も土台から伸ばしていく必要はありますので、ご注意いただければと思います。壁の重ね方ですね。他の多重建築も壁重ねれるんですが、それぞれ壁の重ね、利点欠点がありますので、これが一番スマートに多重壁しやすいかと思いますので、今回はお勧めさせていただきました。では続いてですね、多重天井ということになります。今これはちょっとわかりやすく好きにつけてるんですが、温室の天井とセラードアという形で重ねてみました。これももちろんですね、デザイン的にトラップドアであったりとか、建材を組み合わせてみたりとか、いろんなスキンの組み合わせであったりとか、いろんな使い方ができますので、これもちょっと癖がありますので、注意点も後ほどご紹介させていただきます。特に PVP とかであれば、温室の建材どうしても耐久力が低いので、いる時だけこのように温室を出して、この状態だと温室効果得ることができます。ここに温室の壁あるんで30になってます。ただ、セラードア閉じると当然ながら温室の効果は得れないということになります。この形であれば、鉄で囲った状態で温室効果かけることができます。アドベの屋根も温室効果持っているので、今であればアドベの屋根で作るっていうのも一つの手段ではあるんですが、鉄のセラードアの方が頑丈かと思いますので、こういった使い方もできます。表裏重ねて同じ柄で天井の裏面作ったりとか床面と同じ柄にしたりっていうこともできますし、スキンの組み合わせでハッチ扉とこれと同じような感じの天井デザイン作ったりとか、いろいろ使い勝手はあるかと思いますので、こちらもこういう使い方できたみたいなものがあればですね、ディスコードの方でも募集しておりますので、どんどんそちらに写真を上げていただいたり、ツイッターの方で情報を上げていただければと思います。では作っていきますね。まずは土台。今回は一番下まで下ろします。これも一応確認が必要なので、平らなところであれば簡単なんですが、どうしても普通のマップですと高低差が違ってきます。これに対して柵土台を貼ります。一旦これで貼ってみますね。この状態で一旦確認として壁でもクォーターでもいいんですが置いていただいて、天井をそれぞれに置いていただきます。ちょっと隙間出ますね。これでもいいんですが、こっち側に貼ってみましょうか。これは不要なので壊しておきますね。こう貼って柱を貼って試しなので、もちろん回収していただければいいです。これぐらいがちょうどですね。基本的には平らなところですね。このように傾斜しているところであれば、同じ斜めの傾斜に対して、これ水平というのか垂直というのか、同じ傾斜の高さのところを狙うと割と作りやすいです。ここから土台拡張できるので、この状態をまず作れれば大丈夫です。これ壊しますね。もちろん通常は回収で大丈夫です。次に柱を柵土台のところに置きます。そして土台の方はですね、クォーター壁を張って、そこに柱をつけます。クォーター壁を張らないとこのハーフの高さに柱が張れないので、これに合わせて土台をつけます。こちらの方に関しても柱にクォーター壁を張って土台をスナップさせます。これでこっちにスナップしておけば、このように同じような高さが生まれた土台が2つできるということになります。これであればスナップはしているのでぴったし合うことになります。これもう不要なんでどけますね。
これで土台2個残ったことになります。ちょっと高くなるので、そこは高さ調整していただいたり、さっきの低い状態でも作れなくはないです。まず両扉枠を貼ります。そして、こっち側にも、今回わかりやすく窓枠にしときますね。これそれぞれ、こっち側に窓枠がついていて、こっち側に両扉枠がついていることになりますね。この状態で、天井、下側と上側ですね。貼っていただくと2倍の天井ができます。では注意点としてなんですが、まずご覧いただいた通り、内側の土台と外側の土台、スナップしておりませんので、今回はこちら壊したり回収してしまうと壊れてしまいます。なので必ず土台は両方内側と外側、高い方と低い方、両方ないといけないということになります。土台判定をそれぞれ別で取ることになるので、少し大きな建築するときは、外側の土台判定と内側の土台判定ですね。うまく組み合わせないと建築が難しいということになります。この場合ですね、このままここの土台を作っていただいて、拠点内に関してはですね、このように一箇所内側に入るところ、例えば恐竜門とか置く部分でこのように外側の土台を1本内側に入れていただいて、4マスいけますので、土台判定最終ギリギリのところ、この低いのを使っていただいて、あとは低いところを作った部分だけ天井を張っていただければ、壁合わせていても天井を張ることができますので、高さを合わせることができます。一箇所ですね、外側の土台判定を内側に持っていくために、最低でも1マスは壁1つのところを作る必要は出てくるんですが、ただ横から壁を伸ばすことは判定上できますので、二重壁を張ること自体はこれでも可能です。一箇所だけこの低い状態を作ってですね、あとは高い土台っていう作り方をすると土台判定が切れてしまいますのでご注意ください。この音質は今ここまで置けますね。ここに土台判定があるので、ただ鉄の天井はここまでしか貼れません。土台判定、ここが土台判定になっているので、こちらと低い方はスナップしていないので、それぞれ土台判定が分離します。なので、拡張する場合に関しては、必ず低い方の土台を少なくとも3マス間隔ではスナップして置いておかないと拠点として貼ることができないので、土台判定それぞれ二重天井分かれているっていうところだけご注意いただければと思います。ちょっとややこしいんですけども、主には PVP で使われる防御力というところになってくると思うんですが、うまいことですね、土台判定と使っていただければ二重天井を貼ることはできます。もちろん内側に判定を持っているので、外側壊していただいても土台自体は壊れずに置けますので、内側の拠点内で高い土台と低い土台作っていただければ、土台の壊されればですね、いろいろ崩壊する可能性もありますが、ここの土台判定を分けて繋いでおけばですね、問題ないかと思いますので、ご活用いただければと思います。もちろんこれ壁の重ねにも使えますし、今回天井を合わせるためにこの高さ設定したんですが、割と柵土台と土台の関係で高さ調整切り替えることができますので、ぜひご活用いただければと思います。スナップが分かれているところだけご注意いただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、多重建築3選ということで、柱、壁、天井と重ねて建築する手段をご紹介させていただきました。PVP でも使えますし、PVE でも建築をさらにおしゃれにする手段であったり、効率的にスペースを作るための一つの手段としてご活用いただければと思います。少し癖はあるんですが、基本的にはですね、
スナップで建築していくものにはなりますので、初心者の方でも内容がわかれば活用できるものとなっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。今回厳選してご紹介しておりますが、重ねる手段としては他にもいくつかテクニックっていうのはできておりますので、その他にもこういう使い方したら便利だったみたいなものがあれば、ぜひコメントで教えていただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。